この度7回目のヒッチハイクでとんでもないことが。こんにちは、浜田びかりです。私たちは24歳で会社を辞め、農業をしながら日本を旅するカップルです。岡山の農家に滞在した私たちは、次なる徳島の農家さんの元へとヒッチハイクで向かいます。ただ乗せてもらえる車が見つからず、過去最高に苦戦。しかも大雨にあたって大ピンチ。この度最大の試練、一体どうなるのか、ぜひ最後までご覧ください。私たちは今道の駅久米南にいます。はい。今日はここからヒッチハイクで徳島に向かいます。おー、徳島県の学駅っていうところから学ぶに駅で。やばいやばい。やばい。で今10時かな、朝の。で順調に行ったら2時間半なんだけど、まあ、ヒッチハイクはそうもいかないんで、そうなんです。4時間とか5時間かかるのかな。ここで補足情報です。岡山から徳島に行くルートは瀬戸大橋経由と淡路島経由の2ルートあります。淡路島経由は時間がかかるので、今回は瀬戸大橋経由で行く予定。ただこの2ルートあることが今回のヒッチハイクに大きな影響を及ぼすことに。あんま時間がなくてね、今日は。そ一応3時に徳島駅着きたいなっていう感じで、で徳島から学までは電車で1時間なんで、3時徳島に着ければいいなと思ってます。はい、はい、こんな感じです。ぼちぼちだね。ぼちぼちですね。はい、はい、開始10分ぐらいで日々サービスエリアまで乗せてきてもらいました。はい、ありがとうございました。なんか岡山の方に買い物に行く方で、で、ちょっと降りる場所が悪いからって言って、わざわざそうそう、このサービスエリアまで乗せてきてもらったって感じです。本当にありがたいね。これがもうそこの道端かここかでも大違いだもんね。いや、大違いよね、マジで。本当にありがとうございます。乗せてくれた方はその自動車工場、その整備をやられてる方だったみたいで、今日はそのいつもお仕事で使うような道具とかを、その岡山インターチェンジの近くのホームセンターかに買いに行く予定だったけどみたいな感じだったね。めっちゃイケオジだった。イケオジだった。そう、かっこよかった。めっちゃかっこよかったねって感じ。で今多分11時ぐらいかな。11時13分。でここから、徳島までは2時間ぐらい。結構キビはなんかこう人がめちゃくちゃ多いから。そうだね。掲げてたらもしかしたらいけるかもしれない。そうだね。じゃあやっていきましょう。行きましょう。やっていきます。はい。キビは難関だな。なかなか捕まりません。ねえ、やっぱ大きいところだと難しいのかな、行き先がバラバラで。そうね。今30分ぐらいやったかな。やった、全然やった。サービスエリア史上最長。徳島方面から四国に変えます。そうだね。はい。ちょっとナンバーが四国の方が少なかったので。頼む。雨も降りそう。やばい、それが本当にやばいわ。徳島から来た人に逆じゃないって言われて何人かに言われたよね。で下りで待ってたんですけど、吉備サービスエリアの上りに移動しました。でもやっぱこっちは淡路島経由ってことだよね。かな、多分。頑張ります。やばい、四国に行けないまた行き先変更。淡路島経由になりました。神戸。そうだね、もうそれで行くしかないね。ね、多分ね。時間はかかっても。ということで、はい、ミキ。なんかいろいろあって多分岡山から徳島に行くルート2つあって、瀬戸大橋経由と、神戸の方で淡路島経由であって、でなんかいろいろあって、淡路島経由で行こうってなって、でとりあえず今ミキサービスエリアっていう神戸の近くまで乗せてきてもらいました。すごい旅人に乗せてきてもらって。でもそう、元バックパッカーの人で、車中泊みたいな感じにしてたのかな。時間は大幅に遅れてるんですけど、激ヤバから2時間ぐらいかな、徳島まで淡路島経由して。そうだね。なんとか無事今日中にたどり着きたいと思いますね。今何時？今2時40分。10時からスタートしたんで、そうだね、5時間かかったかも。はい、じゃあ開始。さっきね、その道端のこの近くで
バッと止めるのが作戦がうまくいったんで、一旦その方式でいきます。果たして徳島という文字が功を奏すのか。ナレーションしてる。じゃじゃん。淡路に変更してもなかなかいませんね。雨が降ってきてしまった。雨も降ってきたし、やばいです。囲い地苦戦してるな。いや、超苦戦してるよ。こんなにね、なかなか。ああ、もうたどり着けないことを考えてきたよね。うん、神戸で一泊。なかなか厳しいですね。もう交代制で一人ずつやってきます。ついにもう徳島行きを諦めた。無理です。無理だね。見てください、この雨。雨と徳島に行けるって言うんです淡路島経由に行く人が全然いない。か。わかんないから、これであんのにわかるか。あんま分からん。さすが自由。うん。もうでもなかなかそう無理だね。ちょっと厳しいです。うん。お願いします。徳島諦めてもう神戸で一泊します。今日。一泊しますするでしょ。する。うん。でも神戸初めてだから観光時間ねえし。楽しもうよ。そうね。もうだから、ワークアウェイで今日はもう一日ずらしてもらおう。ヒッチハイクダメでしたって。そう。お菓子の時に出るサザエ。今声をかけていただいた方になんかいっぱい買ってもらった。あとお弁当2つ、羊羹2つ、おにぎり2つ、飲み物、じゃがりこ買ってくれた。買ってくれた。で、隣のなんだっけ、パーキングエリア、小パ川パーキングエリーキングエリア。アの方が徳島行きやすいからって言って、めっちゃ狭いけどいいなって言って出してくれるみたいです。本当にありがたい。ありがとうございます。奇跡起きた。そうで、ご飯食べたって言ってくれて、うん、めっちゃ買ってくれ唐揚ました。げ弁当とかね。いただきます。トラックのうんちゃんに買ってもらった弁当、お菓子、お水。あー、もうみんな行かない。パーキングエリアにパーキングエリアオールが見えてきた。やばいやつね。やばいねこれ。本当にやばい。もうシャワーだけは入れるけまあね、ど。ほんまにやばい。ピンチすぎるね。やばい。もうなかなか捕まんなくて、どうする？どうしたらいい？大阪今もの人。う6時になっちゃって。もう大阪に泊まりたいな、ここまで来たら。大阪、神戸。まあね。それすらも捕まんないのがやばい。うん。そうなのよ。行く人が全然いないのかな。ね。なんとやっと乗せてくれた。大阪の川にしか、川西駅っていうところまで、海外海外の方。が乗せてくれるってなって、本当にありがとうございますって感何時じだね。間やったもう。相当やったね。でなんかタクシーも結局さ捕まらず、うんやばいって思って、やばいと思ったパー。キングエリアでオールすると思ったけど、本当に終わったと思ったよね。あー、なんとか乗れた。よかったです。なのでここからもう徳島は今日は諦めて、その大阪で一泊します。そうだね。はい。ありがとうございます。たまに。私たちは今大阪にいます。います。大阪の中津にいます。めっちゃ戻ってきた。なんで？なんで？徳島に行きたかったのに大阪にいます。めっちゃヒッチハイク下手やん。いやー、今日はなかなかハードでした。ハードでしたね。まあいろいろあったけど、まあ、今日の流れで言うと、今日の流れを言うと、まあ最初岡山県の久米南町にいて、でそこから徳島に行きたいっていうのがまあ今日の目標だったんですよ。で久米南町の道の駅から吉備サービスエリアってところまで、そこはなんかもうすぐ行けて、本当にね、ヒッチハイク乗せてもらって5分ぐらいヒッチハイクしたら本当に乗せてくれて、そうで順調に行けると思ったら、
キビサービスエリアでなかなか捕まらず、うん。で、なんか、1時間ぐらいやってたのかな、そこで。1時間ぐらいやってたら、徳島ナンバーの人がいて、で徳島ナンバーの人に徳島行きますかって聞いたら、今日徳島から来て、なんか徳島行くなら逆じゃないみたいな。言われて、それを別の人にも言われたんだよね。そう、何人かに、2人ぐらいに言われて、で、キビサービスエリアに登りに行ったの。そう、こっちは登り逆じゃないみたいな思いながら、登りに行ったんだよね。で、登りになるから、結局はその淡路島方面で、徳島に行くのかと思って、とりあえず神戸方面で、キビのサービスエリアに登りで出してた。そこでも結構苦戦して、3、40分やったのかな。多分。で、キビから三木か。三木サービスエリアっていうところまで、行けたっていう感じ。で、それすごい神戸の近くで、よし、神戸までとりあえず行けると思ってやってたんですけど、そこでもなかなか苦戦して、見つかんなくて、神戸方面とかいないし、徳島方面もいないってなって、どうしようってなった時に、なんか男の人が話しかけてくれて、日本人、なんか、韓国人かと思ったみたいに言われたんだよね。言われて、ご飯食べたって言って、食べてないですって言ったら、何でも買ってよとか言って、一緒にコンビニ、サービスエリアにあるコンビニに行って、もうほんとね、弁当とかおにぎりとか、羊羹とか、お菓子全部買ってくれる、飲み物も。買ってくれて、徳島なら、小川がいいんじゃないみたいな。ちょっと奥にある、小川パーキングエリアがいいんじゃないって言われて、そこまで乗せてもらったんだよね。小川パーキングエリアっていうとこまで、地図は出しとくんですけど。そしたら大雨ですよ。めっちゃ雨降ってきて、もともと予報は雨だったんだけど、めっちゃ雨降ってきて、しんどかったね、ほんと。で、一応雨当たんないところでやってて、でもうなんか、その辺あたりで、徳島は行けないなってなって。時間的にね。時間的に行けないってなって、大阪駅の方か、神戸駅の方でもう泊まって、明日徳島行こうと思ってやってて、それでもなかなか捕まんなくて。みんななんか、京都とか、なんかよくわかんないんだけど、でも事情があって乗せられないとか、ちょっと怖いなってやっぱ思う人もいると思うし、あとはトラックで逆にめっちゃ奥行くとか、その時間が11時になってからじゃないと発車できないとか、いろんな事情でね。でもその中でも結構いろいろ行けない人も助けてくれて、知り合いに当たって電話してみたりとか、なんかそういうことやってくれて、で、こっちももう結構限界が来てるみたいな時に、外国人が歩いてきて、で、そこで、青いニットのね。話しかけたら、いいよとか言って。で、その方大阪で兵庫か。宝塚の方行くって言われたんだよ、最初。そうだ。宝塚って言われて。だから違うって言われて、じゃあちょっと待ってとか言って。近くの駅までとか言って、言ったら、駅までいいよとか言って。で、それが川西っていう、兵庫県の川西。阪急の駅で、梅田までほんと30分ぐらいのところだったんで、もうお願いしますって言って、で、今、梅田の方のホテルにいるわけです。そうなんです。最後の方も面白かったよね。最後の方面白かった。もうとにかくお金持ちだった。13歳でイギリスから日本に来て働いてて、外国人向けのビジネスを今やってて、すげえ金持ちって感じ。ね、立派な方なんだなって。そう。で、ほんと、今日はあれだね。ヒッチハイク失敗。初の。失敗。この旅初のヒッチハイク失敗です。全然違うとこ行っちゃった。ねえ。なんで大阪いんの？ね。いやけど、やっぱ、小川のパーキングエリアかなんかで、すごい髪の毛。小川パーキングエリアで、自分は11時くらいになって出発できない人なんだっけ、あの人は。かも。そう。トラックの運転手さんで、ちょっと事情があって、自分は乗せられないんだけどって言ってくれた人が、なんか1回目でごめんねって言われたんだけど、その私たちが40分くらいずっとやってるから、またこうそこら辺でうろっちょろってきて、めっちゃ何人も当たってくれて、なんかこういう人に将来なろうって。なんか人にこれだけ全然知らない人に、そういう自分のなんか、優しさを与えられる人がいて、超感動して、そういう人になろうって思えるいいヒッチハイクにはなりました。そうだね。失敗したけどいろんな人と出会えたし、結局。結構な4台ぐらいの人乗せてくれたから、そこの出会いがすごい良かったから、とてつもなく優しい人だった。ヒッチハイク目的地につけなかったが失敗って言ってるけど、
充実してたかな。そうだよね。それで明日から徳島に行きます。はい。で本当ワークアウェイのホストさんには申し訳ないんですけど、ごめんなさい。1日ずらしてもらって、明日はもうヒッチハイクせずに、バスとか使って、確実にね、行かないとちょっとあれなんで。確実に行こうと思います。それではお疲れ様でした。ゆっくり休みます。お疲れ様です。何時間？昨日も入れたら分かんない。もう20時間くらい。ようやく後日学ステーションに着きました。昨日まさか岡山から大阪までヒッチハイクで行って次の日にバスでやっと徳島に上陸しました。はい。いやー長かったね。長かったですね。で、今日からここの学駅っていうところの阿波月読みファームっていう農家さんのところに2週間滞在します。はい。そこは結構外国人とか受け入れしてて、僕らワークアウェイっていうのを使っていくんですけど、ワークアウェイで結構いろんな国の人たち受け入れてるみたいで、なかなか面白い動画が撮れるんじゃないかなと思います。頑張ります。それでは